俺が50代後半で中途入社した会社で待ち受けていたのは、二回りも年下の上司からの嫌がらせだった。この上司は年上の部下である俺に対して嫌味を言って、挙句は結果を出さないとクビにすると言い出す始末で、俺はどうしたものかと途方に暮れていた。俺の名前は中野博俊、58歳。この年までずっと営業一筋で仕事をして、それなりに結果を出し続けてきたが、半年ほど前に勤めていた会社が突然倒産し、転職を余儀なくされた。なんとか知り合いのつてを頼って再就職できたものの、管理職で雇ってもらうことはできず、平社員としてのオファーしかもらえなかった。贅沢を言っていられる立場ではないので、俺はこのオファーを受けることにした。そして迎えた勤務開始日。俺は初めてまともに上司と対面した。上司は35歳で、年齢だけ見たら俺の息子でもおかしくないくらい若い。前の会社では一応人の上に立っていた俺だったが、一転年下の上司の下で働くことになり、複雑な感情があったのは確かだった。上司とはこの日が初対面ではなく、面接の時にも一応話はしていたが、その時はとても腰の低い人に見えた。だからこんな年上の部下ができたら上司にも気を使わせてしまうかな、などと心配していたのだが、その心配は悪い意味で裏切られた。この日、俺の課長として振る舞う上司は、面接の時とはまるで別人のようだった。面接の時は社長など経営幹部もいたこともあって低姿勢だっただけか。先行き不安だなと思いながらも、俺が同僚への自己紹介を終えると、上司は俺を呼び出し、ニヤニヤしながら俺に早速嫌味を言い出したのだ。はあ、ついに来たね、おっさん営業マン。期待してますよ。前の会社が潰れたんだって。それで俺みたいな息子くらいの年の課長の下で働くなんて滑稽っすね。まあ即戦力って聞いてるし、即戦力でないと困るんで、ノルマは容赦なく行きますよ。そうだな、とりあえず3000万で行きましょうか。月間売上3000万以下ならクビってことで、まあせいぜいクビにならないように頑張ってくださいよ。と言ってきた。俺はいくら上司とはいえ、あまりに舐めきった口の利き方に怒りを覚えたが、もうこうなったら結果を出して黙らせるしかないと思い、売られた喧嘩を買うことにした。3000万でいいんですか？了解です。頑張らせてもらいます。では。そう言うと、口をポカンと開けたままの上司を置き去りに、早速外回りに出かけた。これまでずっと営業として仕事をしてきた俺だが、上司の出してきた月に3000万というノルマは正直コンスタントに出せるような数字ではない。その数字を転職してすぐに出せるかは正直自信がなかった。しかし上司の喧嘩を買ってしまったからには有言実行しないと示しがつかないし、それなりに払ってもらっている給料にも見合わないだろう。俺はこれまでのノウハウを最大限に生かして、ポテンシャルのありそうな顧客に営業をかけ始めた。上司が俺にアドバイスをくれるはずもなかったので、俺は自分の力と何人かの同僚と仲良くなって、彼らの知恵や経験からアドバイスをもらうようにした。それにしても月3000万という数字は同僚から聞く限り誰も今まで叩き出したことがないし、いくらなんでも無理だろうということだった。俺は上司にやってみせるという発言をしてしまった以上、後には引けないわけだったが、1週間、2週間と経つうちに現実的に厳しいのではないかと思い、上司に大口を叩いてしまったことを後悔し始めていた。そして働き始めて1ヶ月が経った頃、俺の最初の1ヶ月の営業成績が発表された。結果的に俺の売り上げは700万円だった。これは俺のイルカの中では平均以上、むしろいい方らしく、同僚には褒めてもらえた。しかし上司はもちろん不満げだった。おい、中野くん、俺3000万クリアできなかったらクビだって言ったよね。なにこれ、
あんたみたいな定年間際のおっさんを雇ってやってんだから、ちゃんと仕事してよ。ま、今回は最初の1ヶ月だから多めに見てやるよ。来月3000万いかなかったら即クビだから覚悟しろよ。とみんなの前で罵声を浴びせられた。その後、仲良くなった同僚は気にすることはないとか、上司は年上の部下の扱いに困って変なことを言っているだけだとか、慰めの言葉をくれた。それ自体は嬉しかったのだが、俺には前の会社で営業としてそれなりに結果を出してきた自負があったから、悔しいという気持ちの方が大きかった。こうして現場で自ら営業をするのは10年以上ぶりだったが、上司の挑発を受けたことで、昔バリバリ営業をしていた時の負けん気の強い自分が戻ってきたような感じがしていた。最初の1ヶ月はマニュアル通りに会社が持っているリストの企業に当たってみたり、新人さながらに新規開拓の飛び込み営業をしていた。それでも人並み以上の成績は残せたわけだが、上司に課せられた月3000万を達成するにはこのやり方では到底不可能だ。会社の顧客候補リストはどれも中小企業が多い。それもそのはず、うち自体が中小企業で、とても大企業や政府系が相手にしてくれる企業とは言えない。追い込まれた俺はタブーかとも思ったが、以前働いていた会社で培ったネットワークを活用するしかないと思った。とはいえ、俺が前にいた会社は倒産した。そのせいで、俺が築いたお客さんたちとの関係も突如、不本意な形で終わってしまい、相当な迷惑をかけてしまったのだ。お客さんたちとは倒産してお詫びにご挨拶をして以来、もちろん会ってもいないし、連絡もしていなかった。それなりに信頼関係を築けていた自信はあったのだが、倒産後に転職した会社から今度は別のサービスを買ってくださいなんて、そんな虫のいい話を誰が聞いてくれるだろうか。そんな不安があったから転職後の最初の1ヶ月はこの昔のネットワークには手をつけなかったのだ。だがもうこうなったからには手段を選んではいられない。俺は腹を決め、俺個人のネットワークを頼りに営業をかけ、3000万円の売上達成を目指し、それから1ヶ月、寝食も忘れて仕事に打ち込んだ。そしてやってきた転職後2ヶ月目の月例ミーティング。上司は一人一人が提出した売上成績を確認し、読み上げていく。最後に俺の報告書に目をやった上司は、一瞬目を見開き、信じられないといった表情で固まっていた。そして顔を上げると、中野、5000万円？嘘だろ？お前これ一桁間違ってんじゃねえか？今月報告受けた限りじゃ、そんな大型契約はなかったはずだし、どうなってんだ？と困惑した顔で尋ねる上司に、俺はドヤ顔で5000万円の売り上げの内訳を伝えることにした。いいえ、5000万円で間違ってませんよ。契約が取れたのが先週末のそれも定時後だったので、まだご報告できていませんでしたが、この場で報告させていただきます。大手ホテルチェーンの A ホテルさんから全国、いや全世界にあるホテルの従業員向けの勤務管理システムを一新したいとのご相談をいただいて、それが先週末契約成立となりました。おーっと同僚たちから歓声が上がるのをよそに、上司は悔しそうに体を震わせている。ありえない。ホテルだと？そんなところにどうやって話を持っていったって言うんだ？コネがなきゃあんな大企業がお前みたいなおっさん平社員を相手にするわけないだろ。と、まだ俺の言葉が信じられない、信じたくない上司は俺に食ってかかっている。仕方ないので、俺はあまり言いたくはなかったが、自分の過去を含めて種明かしをすることにした。話せば長いんですが、簡単に言えば私には A ホテルにコネがあったんです。正確に言うと A ホテルの副社長となんですがね。と言うと同僚はざわつき始めた。それもそのはず、多かれ少なかれ俺のことを50代後半で転職してきたオワコンおじさんだと思っていただろうから、俺は話を続けた。課長にもそれから皆さんにも話してなかったですが、実は私は以前 B 社で勤めてまして、そこで長年営業をしてきたんですが、最後辞める前というより皆さんご存知の通り B 社は倒産したわけですが、
倒産する前はそこで常務取締役をしていました。この会社の社長さんは私と同じ大学の後輩で、もちろん私が B 社にいたことも知った上でご厄介になることにしました。ただ社長からは、私が B 社にいて倒産の責任も少なからずあった以上、この会社で役職に就けることは役員たちに反発されるのでできないと言われました。混乱を避けるために B 社にいたことも社長と役員以外には話さないと。それでこの年になって恥ずかしながら、また現場の営業マンとして皆さんと働かせてもらってました。今まで黙っていて申し訳ない。と俺が一気に言い終えると、同僚たちはさらにざわついた。オワコンおじさんがあろうことか最近倒産して話題になった有名 IT 企業の役員だったのだから無理もない。上司もこのことは当然知らなかったようで、しばし呆然とした後、口を開き、B 社？お前が？そんな、いや、マジかよ。と微妙なリアクションを見せた。上司のリアクションが物足りなかった俺は、ドヤ顔で、まあ、そういうわけなので、今月の私の売り上げは5000万です。クビにしないでいただけますかね。と茶化すと、上司は、まあ、それは、はい。と、もはや俺に見下した態度で接していたこれまでとは打って変わり、むしろ俺にビビっているようにすら見えた。それから数日と経たないうちに50代後半にもなって営業にやってきたオワコンおじさんが、実は B 社の元役員だったというニュースが社員たちの間に広まった。社員とすれ違うたびに彼らは不思議そうな目で俺を見たり、中には急に仰々しくなったり、無駄にお辞儀をしたりする者も出てきた。俺はこれまでの定年間近のオワコンおじさんとして振る舞っていた時の方が生地気楽でよかったのになと過去を打ち明けてしまったことを少し後悔していた。同時に社長から俺が B 社にいたことは伏せるように言われていたのに、結果社員たちに知れ渡ってしまったことで迷惑をかけてしまうのではないかと不安だった。そして俺が5000万の売り上げを達成してから1週間後、俺は役員たちに呼び出しを食らった。まずい、B 社のことを話してしまったから何か処分が下るのかな。もしやクビなんてことは。と恐れおののきながら会議室に向かうと、そこには社長と役員たちが俺を待ち受けていた。もう何を言われても仕方ない。子供も自立しているし、クビになってもしょうがない。そう覚悟を決めて顔を上げると、社長と役員たちは俺に微笑んでいた。どういうことかと思い戸惑っていると、社長が口を開いた。いやー、中野さん、呼び出してすまない。今日は他でもない、この間の A ホテルの契約のことでお話を聞かせてくれませんか。そう言われ、俺は契約に至った経緯と契約の内容について簡単に話した。すると、いやー、素晴らしいですね。我が社史上最高額の取引になりますよ。ねえ皆さん。そう言うと、周りの役員たちも手を叩いて喜んだ。そして社長が続ける。いやー、うちは中野さんがいたような大きい会社じゃないんで、こういう素晴らしい成果を出した社員には役員たちに成果を報告してもらって、私たちがそれをねぎらうっていうことをやってるんですよ。はあ、そうでしたか。これはどうもありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございます。うちも上場を目指していますから、今回の契約を機に大企業さんからの依頼が舞い込むようになれば、事業規模もかなり拡大できるんじゃないかってそう思っています。そこでなんですがね、中野さん、もう少しで事業年度も終わりますし、来年度から営業部長として腕を振るっていただくというのはどうでしょう。ここにいる役員たちも私もあなたが B 社にいたことも知っています。今や社員のみんなも。ただあなたが今回の大型契約を取ってきた意味は大きい。だって本来だったらあなたと A ホテルとでは信頼関係が終わっていて当然の状況なんですから。その中でもあなたと契約してくれたっていうことは、あなたが信頼するに足る人であるとの証です。だからあなたがうちで役職に就いたって、ここにいる役員、そして社員の誰一人文句は言いませんよ。ですよね皆さん。そう言うと役員たちは揃ってうなずいた。俺は嬉しさのあまり涙が出そうになった。
初めは信頼を失った元取引先に営業をするなんて考えもしなかったし、契約なんて取れるわけもないと思っていた。それが年下の上司の挑発に乗っかったからとはいえ、ダメ元で話をしに行ったら、以前と同じように会ってくれて、提案も聞いてくれたのだ。俺はこれまで数十年、身を粉にして築いてきた自分のキャリアが B 社の倒産でゴミくず同然になってしまったのではないかと絶望に苛まれていた。それを今の会社の社長に拾ってもらって十何年ぶりに現場で営業をしてプライドも捨てて必死で頑張った後にこんなに嬉しいことが待っていたなんて。俺はまた誰かに必要とされていること、そしてまた人の上に立たせてもらえることのありがたさを身に染みて感じた。俺はありがたくこの話を受け、その数ヶ月後、年度が変わるタイミングで営業部の部長として仕事をすることになった。結果として元上司であった課長の上のポジションになるというまた別の意味で気まずい状況になったわけだが、元上司は今や以前とはまるで別人のように俺に接してきている。俺を社内で見かけると深々とお辞儀をしてくるし、定例のミーティングでは俺の話を笑顔で聞いている。ちょっと気味が悪いくらいだ。とはいえ彼は彼で出世するために直属の上司となった俺の機嫌を取ることも必要なわけで、そう考えるとなんだか可愛いやつだなという気もしてくる。仲のいい元同僚、今や部下となった彼らから最近聞いて知ったのだが、俺は5000万という最高月間売上を叩き出して以来、社員の間では5000万おじさんというあだ名が定着しているらしい。それまではオワコンおじさんだったわけだが、そこから5000万おじさんというのはだいぶ進歩したのではないだろうか。いずれにしても社員から親しみやすいと思われているのは怖がられるよりよっぽどいい。実際前にいた B 社では創業間もない頃から働いてきたこともあって、若い社員たちからはえらく低姿勢で接されていたのが少し寂しかった。だからこの会社で冴えない中途採用のおじさんとして働き始められたのは今となってはいいことだったなとも思える。これからは5000万おじさん改め営業部長として社員とも交流を持ちながら成果も出せるように頑張っていきたい。